はい、皆さんこんにちは。今回は M さんのキャンターにアンテナステーを作って取り付けたいと思います。私の無線趣味の布教活動です。やっぱ蓋がねかったな。アンテナを外して時があるがたまに邪魔になるなって感じで。ああー、はいはいはい。その時に水が入らんようにこう蓋するんで。ああ、そんなのある。待っとるけあげる。はい。ああ、ありました。蓋ねえかもしれんな。大抵ついとんだけど、ああ、そうなんですか。安いの買うたらないんよ蓋が。結構安かったですね。一応もう自分でつけようかなと思ってたんですよ。ただどうかなと思ってびっくりで、ですね、横山テクノでこれ30かな。30です。30っていかがですか。いや、カロこれぐらいでいいぐらいかな。丸くしたいんですアンテナは主張を控えめのをチョイス。ここに段があるけど、ここまでだよな。そうですね。ここまでだ。そうです。まあ、見るとすごくもうちょっと綺麗で。で、これ16なんやから、ああ、これですね。16の穴開けて、下穴開けて、10ミリぐらいまでは普通のドリルでいって、あとはそのステップドリルでいく。ちょうど8ミリぐらいのところが全く切れんのよ。じゃあもう10ミリぐらいまでは普通のドリルでいかんと。ステップドリルそもそも高いですね。高えよ。ステップドリルはね、トゲですもんね。8の辺だけ使えん。どうせなら磨こうや。そうですね。よしです。
900より上がってしまうという先端だけ謎現象になるんだてかもうドリルでまだ穴開けにゃいけんから、穴開けてからザーッとバグかけるか。そうですね。長かったんですかね。アンテナ的にはな、ええんよ。ここから電波がこうバーッと出るんだけど、はい、でこういうステンレスとかが電気を通すものがあったら、はい、それに反射して邪魔をするんよ。で離れとる方がええっちゃええんだけど、性能と格好の兼ね合いっていうものがあるからな。一番性能がいいのは屋根のど真ん中に穴開けてつけるのが一番いい。中に芯線があって、はい、でその周囲に網線があって、はい、こう同軸になってるじゃん、はい、芯線がここにつながっとって、網線はこの外につながっとるんだけど、両方が一応アンテナとして機能するの。先っちょとこのボディと。なるほど。このノンラジアルっていうやつはあんまり関係ないんだけど、CB 無線とかのな、はい、ペリカルになってるやつとか、あるですね。先っちょとこのボディとか両方アンテナになるから、それぞれが反射したらダメなんだよ。こう斜めにしとる人とかおるが、おるですね。そんならやっぱボディとアンテナを離したい人がああやってするんだけど、この反射がなくなるように。それとか北海道とか飛ばそうと思ったら宇宙になるんかわからんけど、はい、空に電離層っていうのができて、はい、そこへ反射させて北海道へ落としたりするんだけど、ほんならこの角度が低い方がええなとか、電波が飛んでいく角度がな倒したりする意図があったりするらしいんだけど、アンテナの垂直が一番いいんだけど。はいよ。よいしょ。ありがとうございます。大量使われた思うだろ。こっちに立てばいいんじゃない？一応こっちにできるんで、両方。じゃあもう同じの両方作りゃいいか。両方つけていいね。本格的なのって本格的なのっていや、なんか悪い電波が出そうなんでこういうのこういうのが短いやつがあればええかなと思ったんですけどね。これは 28MHz、27MHz だから。違うの？違うよ。これは本当に無線の。これは351メガに合わせてあるやつで、これは何？デジタルバイこのアンテナで使えるんですね。あ、そうなの？波長っていうのがあって電波には見えんけど、その CB 無線や子は11メートルの波長なの。11メーターこう送るんだな。で、わしがしょるアマチュア無線の28は10メートルなの。11メーターの範囲だけ拾うんだよ。違う。色やええいうもので出さにゃいけんから。その波長と合わねばない。そう、共振させるっていうんだけど、でちゃんと計器で測って、で波長が大手になってやったら、これの長さを切ったり、調整する。長さいうわけじゃね。これも長ければ波長が合う。そういうわけで。そうよ。本当は2分の1波長っていうアンテナを作らなきゃいけんから。11メートルだったら2分の1波長で 6.5 メートルのアンテナにするんよ。で 6.5 メートルっていうのはこの根元から先が、3.25 メートルで、根元から
反対側にも同じ長さがいるんだけど、ああ、それで6メーター稼ぐと。根元から反対側はボディを使うんだよ。ああ、みたいな感じで。そうで網線つけたりするんだけど、で車につけるのにその3メーターじゃ4メーターじゃっていう針金をつけるわけにいかんから、これで短縮する。そのうねうねはそういうことなの？そうまっすぐの方が本当はいいんよ。だけど電気的に短縮するためにこのコイルがついてる。ここにもついてる。もう短いアンテナしかつけれんけど、3メーター以上のそのエレメントの意味をなすためにこれで縮めた。かっこじゃねえんじゃん。違う。かっこいいよ。何でも使えるわけじゃねえんじゃん。そううまく電波が出んと無線機に戻っていくの、その力が壊れるんですよ。うまく電波が出んか何でもいいわけじゃねえんだな。そうよ。絶対あっちの方がかっこいいとあんな買うわな。まあいやそういうできるよな、絶対な。短いしてな。はい、バイマルさん、それです。ちょっと長いけバランス悪いなって聞いてええんそれって思うけど、もう見た目だけじゃ見た目だけで見た目重視の。ここでつけりゃいいんじゃない？かっこいいつけたらどうなんですか？かっこいいつけたら金属だったら邪魔するんで、プラスチックで作ってプラボを曲げてやばい。木のプラボ。こんな細ってんやつ。まあ不定方がええっちゃええけど、こういうのもある。ロジックは太くて短い方がいいんだけどな。車に入れにくくなってくるわ。確かに。手動かな。そこのゴムの蓋に入るんじゃろうか。あ、そうなんですよね。あ、そうそう。エッチな本が出てくる。違うね。ラムちゃんが転がっとって大事なラムちゃん。ほらよら。こんなもんか。止めていった方がいいんじゃない？結束バンド。そうですね。俺もトラックにこのデジタル簡易無線ついとんだけど、まだ子供としか喋ったことない家にあげとるがあれリビングにあるんだけど、もっとのに積んでねえしな。それ違うても出てこんけえな。もっとんのにや。朝すれ違うんですけあ、そうなん。ど、向こうから朝分かりやすいですね。目立つがんピンクの物体がピンクの塊が出てる明るいのかな。一応流しちゃうんですけど、全然気づいてない。この変換がいるんよ。ああ、なるほど。どうかなと思って。今ちょうどそこはまったが。いや、いつもクリックで？いつもここにかけてるんですけど、ついてる。これが届く。ちょっとギリギリか横断するか。空中配線じゃなもう1メーターか。これ何メーターやったんですよ。これ5メーターですね。メーターでそんなんか意外と使うんだな。とりあえずね、背もたれの後ろに本体を突っ込みました。アンテナがちゃんと機能してるかどうか確かめておきます。で、こっちに刺して。無線機とアンテナの間にケーキを割り込ませます。これで一応入れて、そうです。でマイク握ってみて、これもこのメーターが触れるんだけど、バリバリ OK じゃな。こっちがそのパワーで、こっち側が逆に反射して戻ってきてしまう針なんだけど、こっちがビュンって上がってこっちが上がらにゃいいんだけど、全くゼロにはならんけ、
交わったところを見るんよ、その針同士が。それが 1.5 以下だったら問題ないよって言うんだけど、1.2 以下。とか3とかぐらいだろう。はい。で、アンテナ外していいなっていう時はこの蓋をしておいて、あどっか行きそうなの。なるほど。これ免許いるん？免許いらんよ。あ、いらんの？あ、じゃあアンテナつけっぱで検問とかしようっても別にええやつ。おー。これデジカンですから。で時間言ったら大丈夫だねな。あ、だったらええな、安心じゃな。ずっとアンテナつけとけるし。本当はアマチュア無線始めてほしいんだけど、面倒な免許のハードルがあるからね。ここはどう見るかだよ。とりあえずデジカンで遊んでもらおうと思います。一番飛び出たもん。